毎朝内臓入りの丸鶏を取り寄せているので、これを解体していきます。今日は鶏の解体からそれをすき焼きにするまで、ご説明させていただきます。うちが創業明治30年なんですけど、それぐらいからもうずっと同じやり方でやってます。はい、はい、包丁はこちらですね。蒲田の骨付き包丁ですね。これかっぱ橋で買ってますね、いつも。はい、毎回研いでるんで、1回さばきが終わるたんびにどんどん短くなっていくんですよ。そうなってくると変えてっていうような感じにしてますね。まず大腹しっていって、ももと胸、ここの胸肉ですね、これを外していきます。でこれもも外します。ももここに骨に沿ってお尻側に、このままで、これでももが取れました。ももですね。次は胸肉を外します。この手羽からここについている胸肉をこっち側とこっち側半分に分けて取っていきます。ここから胸肉を外します。いわゆるその手羽先、ここチューリップって言ってますね。ここからここで、ここから向こうは鶏の胸肉です。次は内臓を取り出していきます。この中に内臓が入っているんで、これ内臓ですね。これがレバー、これが砂肝で、この下これがハツ。うちはこれだけ使います。で次はささみ外します。これこういう状態で取り始めついてたんですけど、ここにある筋肉ですねがささみになります。ささみは薄い皮をこう外してあげて、手でむしれば取れます。ささみですね。あとうちはもう鶏丸々全部使ってすき焼きを作るので、ももとか胸だけじゃなくて、この辺にくっついてる小肉、そういったもののちっちゃい骨を外して、そこからお肉を削いで取っていきます。骨を外して、ここら辺についてるこの骨の周りのお肉はやっぱうまみはすごいありますね。ジューシーですし、こうやっていきながらこういう細かいお肉も、なのでこの状態でお客さんのところに入っているんで、すごい細かいお肉もたまに入ってますね。はい、じゃあもものとりあえず骨取っていきますね。包丁で骨も切れるんですね。骨叩き折る感じですね。これ傷を入れるんですよ、骨に。で裏返しにして折る。本当柄についてる取れそうなところのお肉は全部取る感じですね。でもも肉が3つですね。ではとりあえず胸と手羽を外します。これは別に大してやり方があるわけじゃないですけど、これで外れますね。手羽のお肉としてはどれかはちょっと分かんなくなるんですけど、全部混ぜちゃうんで、こうして骨だけにして、でこの辺は食べやすい大きさに切ってあげて、でこの全部の中に混ぜ込んじゃうんですね。大体このお肉でどれぐらいの人数の鶏すきができる？鶏ですか？鶏10人前ぐらいですね。はい。10人前。はい。へ
こういう鳥の解体はいつ頃覚えたんですか？入ってからですね、僕は。2021年ぐらいですかね。最近ですね、僕。はい。僕もともとここの息子じゃないんで、あ、そうなんですか。はい。この長女が僕妻なんですよ。で婿で継いでるような感じですね。僕もともとサラリーマンだったんで、全然別業界というか建築系やってたんで、自分の義理の父がもう77くらいなんですけど、コロナで1年半閉めて、そこから再開しようと思って、本当にやっぱもう体が持たないという感じだったんで、それをどれかちょっとお父さんから引き継いで、僕がいなくてもできるような形に持っていこうと思って入社したのが一番最初でしたね。内臓を取り外していきますね。で、この鶏皮、おたふく、これを取り外します。これは使います。で、ここ食道なんですよ。これからこれを引っ張っていくと、これが内臓につながって、で、ここに指を入れて抜いていくと内臓が取れます。腸っぽい部分が出てきましたね。出ます。で、ここは危ないんで、まあ、全体的に危ないんですけど、危ない。菌がいっぱいいるんで、うちが使うのはレバーと、ハツ、あとこの砂肝になるので、これを外していくんですけど、レバーの近くにこれがあるんですね。この緑色の。これが破れるとちょっと大変なことになっちゃうので、これをまず傷つけないように取ります。レバーとハツで、あとは砂肝、油に包まれていますね。油なんですね。これ油ですね。形がこっちが尖ってて、こっちが丸っこいんですけど、丸っこい方にちょっとガイドを入れてあげて、手で剥くんですね。抜いていくと砂袋が出てきます。砂。この砂肝筋肉なんで、これで鳥はなんか砂も一緒に食べちゃうらしくて、この中でそれを吸い潰してやってますね。でこれは食べれないです、砂袋なので、これは捨てますね。はい、3つに分けちゃって、レバーは別に特に処理することはなくて、ハツと切り離してあげて食べやすいサイズに。ハツはうち真ん中で終わって、ここにあるちょっと血を取り出してあげて半分にして、これハツ、これいわゆるぼんじりですね。ぼんじりはなんかよく見る形はこれで骨入ってるんですよ。これで真ん中に骨があるんで、骨を裂きながらこう切る。でこれは骨なんです、使えない。いわゆるこうハラミ、横隔膜、鳥のハラミ、これも中に入ってますね。で背セリですね。首の関節をこう避けながら切ってる感じ。レバー、ハツ、
骨叩いたり削ったり骨に当たる回数がすごく多いんで、毎回やんないと次回使えないくらいになっちゃう。やっぱ骨から外してるような作業がめちゃくちゃ多いので、切れ味悪いと力かなり入れないといけないんで危ないんですよね。怪我するリスクがある。やっぱ丸鶏をこう解体して、すき焼きの形にするっていうのは今味云々も多少あるんですけど、やっぱりそれも技術の継承ですね。だから僕ができて職人ができて新しく入ってきた職人ができてっていうのがやっぱ続いていかないと、うちのすき焼きの味っていうのはやっぱブレてくる時もあると思うので、そういう点では加工技術としてですね継承していかないといけないものだなと思ってやってます。うちの義理の父親もまたおじいさんもずっと鶏はさばいてる人なので、しっかり解体してすき焼きの形に持っていくっていう技術の継承っていうのは、この包丁がないとできないことですし、はい、そこだけは守り続けていこうと思います。はい。